はい、皆さんこんにちは。いや、夏がね、近づいてくると起こることが、怖い動画リクエスト、そしてルルちゃんの開き、毎日このね、事故現場を目撃することになるんですね。で、今日お話しするのは、久しぶりに2チャンネルのホラーになっています。去年だっけな、去年ある言葉が流行りましたよね。ケツ穴確定。これもしかしたら元ネタは野球選手の不祥事ではなくて、今日お話しするホラー、なのかもしれないです。今日はちょっとシリアストーンでいきますよ。皆さん覚悟してください。2チャンネル、シャレにならないほど怖い話を集めてみないのスレッドに投稿された最初の投稿は、ほぼさんの友達を持つ1からの投稿でした。友人の勤める保育園で不可解な出来事が起きました。お寺が経営している保育園近くのお墓に設置してある柵に虫やトカゲが口差しになっていることがよくあるというんです。最初は園児か鳥か、誰かのいたずらだと思ったんですね。ただある日、今までとは違い柵にモグラが刺さっていたというんです。数日後には猫が、するととうとう保育園で飼っていたウサギが犠牲に。さすがに悪質すぎるので、先生もね、いろんな方にね、話を聞いてみたんですけど、結局犯人が誰かわからない。このウサギを発見したのがイッチの友人でした。なのでね、その友人よりね、早く登園した子にね、聞いてみたんですね。するとその子は一言、だよと言ったと言うんです。それが何なのか聞き返してもよくわからない。しかもね、もう子供たちは、それはね、ウサギが亡くなったことはしょうがないことだよと、みんなそういった態度をとっているんです。友人は気になり、園児の保護者にが何なのか聞いてみましたが、なんとどの保護者も聞いたことがなかったんです。子供たちが家でその名前を出しているのも聞いたことないし、テレビとかね、その漫画のキャラクターにもいないし、ただそんな中、一人の保母さんが昔そんな名前の絵を見たことがあると言い出したんです。その絵はすでに園児に返しているので、園には残っていなかったんですけど、絵を描いた園児はその保母さんの家の近くに住んでいるということもあり、子供の名前を覚えていました。しかしその園児はある日突然挨拶もなく引っ越していったと。さらに不思議だったのは、引っ越した時、その絵を描いた子がちらっと見えたらしく、両目に眼帯をして車の中に座っていたというんです。それを最後にどこ行ったのかは分からずじまい。ただ園でもウサギの次に鶏が串刺しになっていたのが最後で、謎の騒動は終了したと言います。そして最後にイッチが、で、誰かって知ってます？ここで話はね、締めくくられるんですけど、もうあまりにも謎が多すぎてね、なんとも言えないですよね。保育園に動物の遺体、そして両目にね、眼帯の子供。ただ皆さん安心してください。これは2チャンネルです。一つ投稿したら、それに関連してくる投稿が次々出てくるんですね。そしてとうとう有力そうなスレがありました。先ほどの投稿を友人から紹介された女性の体験談になります。女性の勤める施設内でもたびたび動物の惨殺死体が発見されてて、同じく子供たちに聞くと、キラキラさんがやったって言うんです。女性がキラキラさんって何と聞くと、子供たちは両目を両手で隠し、知らないとしか言わない。かわいい。子供のね、可愛さにね、癒されてる場合じゃなくて、そのキラキラさんが何なのかね、大人たちは誰も知らないそうなんですね。ある日、施設内の庭に子供たちと出た時に、男の子があっと声を出し、キラキラさんだと言って空の一点を見つめたんです。さらに他の子供たちも空を見上げ、中には手を振っている子もいました。女性は不安になり、男に、何にも見えないよ、キラキラさんって何なのと聞きました。でも両目を両手で隠し、知らないと答えるんです。女性は子供の手を離して、私も知りたいな、教えてよって聞くんですね。すると突然その子が女性の目に向かって指を思いっきり突き出してきたんです。女性はびっくりして尻餅をついたので、指が目に刺さることはなかったんですけど、子供はその子が女性に突き出した指を同じ勢いで自分の目に突き刺したというんです。女性は止めようとしてその子の両手を必死で押さえ、周りに助けを求めました。しかしその子は子供の力とは思えない力。その子は急に、目が痛いよ痛いよ痛いよと意識を取り戻したかのように泣き出しました。その子はすぐにね、病院に連れて行かれたんですけど、もう無事ね、失明はすることなかったんですけど、後遺症が残ってしまったそうなんです。前回の話に続き、たびたび動物の惨殺が起きていることや、子供たちにしか見えない存在、そしてなぜか目を怪我してしまう子供。共通点は確かにありますよね。その動物の惨殺遺体、そしてね、その子供たちの関係性、そしてその子供たちは何を見ているのか。このように2チャンネルなので、どんどんそれ以外にもたくさん投稿がしてきて、そして最終的に、おっと、もしかしてこの話が真実なのではないかっていうね、投稿がされたんですね。ちょっと今までのお話とは角度が違ったんです。この話の女性は一時期霊感が強くて、でその時いろんな不調に悩まされていたんですね。ただね、その大学入学を機に地元を離れて、そしてその大学でのサークル生活とかそういったものでね、どんどん元気になっていったんですね。ある日サークル
ルのメンバーで海辺へ合宿という名目で泊まりに行った時のことです。その女性は友人と泊まりがけで遊びに行くの初めてのことだったので、かなり気持ちが弾んでいました。しかし合宿へ向かう途中からなんだかね、車の中で流れてる曲が永遠とリピートしているように聞こえ出したんです。なんか気味が悪くなってね、黙っていたらその友人が心配してくれたんですね。なので尋ねてみたんです。この曲何なのって、なんだかリピートしているように聞こえないって。ただ助手席のその友人は、いや別にリピートしてないよって言うんですね。なのでだんだん気分が悪くなって怖くなっていったんです。そんな中、目的地に着き、しばらく海辺で遊んでいたそうで、ベンチに座って地平線を見ている時、めまいがしてきたので、彼女だけ車に戻り休むことにしました。しかし車で休んで起きた時に良くない夢を見たよな。しかしそれがね、どんな夢なのか覚えてはいなかったんです。車の中でエアコンをかけて寝ていたはずなのに、汗だくで全身がだるい感じがした。彼女はせっかくの合宿楽しくなるはずなのに、もうその行きの車の段階からね、もう疲労しちゃって精神的にね。しかしね、この後事態はもっと悪い方向へと向かっていくんです。遊び終わった後、いよいよ合宿でお世話になる民宿へ向かう車で、彼女はどんどん気分が悪くなっていったんです。さらに少し離れた駐車場に車を止め、民宿へ歩いている途中、何とも言えない予感がしたんです。それがいよいよ民宿へ到着するところにピークに達していったんです。しかも民宿の隣にある大きな建物からは誰かからの視線のようなものを感じ、見てみると建物の2階部分から人間ではないような、しかし男性のような影が見えたそうなんです。その視線はまるで彼女たちを歓迎していないかのような。彼女は友人たちに話すんですね。いや、ここの民宿マジでやばいからやめた方がいいと。私は絶対に泊まることができないから、本当に私は帰るよっつって一人で電車で帰ることにするんですね。ここから彼女視点の話になります。その場でみんなに別れを告げ、電車で帰ることにしました。家に着くと、とりあえずお香を焚いて玄関や窓辺に塩を盛り、私はベッドに倒れ込むように横になりました。寝るのは怖かったのですが、体が睡眠を求めているようで眠くてしょうがない。それで電気とテレビをつけっぱなしにして寝ることにしました。その日の夢のことは覚えています。私はベッドに横になっているのですが、体の中に悪寒が染み込んできて、体にぴったりと収まりました。体が二重になっているような感覚です。もう自分の意思では体を動かせません。誰かが私の体を動かして立ち上がりました。電気とテレビを消して着替えをし、部屋の外へ出ました。まだ外は真っ暗でした。するとアパートの近くに男が一人立っていました。それがあの民宿の隣の小屋から私たちを見ていた男だというのは分かりました。私は気が狂いそうなくらい怯えていましたが、私の体は男の後をついてどんどん歩いていきます。私はなすすべもなくそれを見守っていました。国道沿いを歩いていた私たちの前に一台の車が止まりました。車の中にはジャージの上下を着た男がいました。この男は普通の人間っぽい感じでしたが、私はパニック寸前でした。しかし私の体は当たり前のように車に乗り込みました。私と男を乗せて車は走り出し、思った通り例の建物のとこへと着きました。この時はだいぶ体の自由が戻っていたので、両手をテープでぐるぐる巻かれ、口もテープで塞がれ、頭からタオルをかぶされて、私は2階の部屋に倒れ込みました。部屋の中は殺風景で、布団や小さなテーブル、冷蔵庫ぐらいしか置いてありません。生臭いような匂いが漂っていました。部屋に入ってすぐに私は服を脱がされて手錠をかけられました。この先どんな目に遭わされるのだろうと考えると恐ろしくて仕方がありませんでしたが、男たちはさっさと出て行ってしまいました。しばらくすると会場で大きな音で音楽が鳴り始めました。足踏みをするような音も聞こえてきて、踊っているのかなと思いました。それを聞くうちになんだか気持ちが悪くなってとうとう吐いてしまいました。やがて最初に私の部屋に来た男が戻ってきました。急に男が顔を寄せてきたので反射的に壁の方へ逃れました。しかし思いのほか勢いがあったせいで壁で思いっきり頭を打ってしまい、床に倒れてしまいました。すると男は私の顔を覗き込んで口の中に指を突っ込んでくるのです。気持ち悪くて必死で抵抗しましたが、無理やり口を開かされました。男の指が口で何かを探すように動いています。もう本気に嫌になって口の中の指を噛むとさっと引き込みました。食事は2人目の男が運んできて、私と最初の男の2人で食事をするのですが、私は手錠をはめられているのでうまく食器が使えません。それでもなんとか両手でフォークを使って食べるんですけど、遠くの皿には手が届きません。そんな時は男が私の方に皿を寄せてくれるのですが、どうやら男は口が聞けないようで、時折うなり声のようなものを上げながら皿をこっちへ押し合ってくれました。男はフォークやスプーンをうまく使えないようで、やたらと手を使って物を食べます。日本人ではないのかなと思いましたが、もう一人の男は彼のことをイサユキと呼ぶのです。考えを改めました。男たちは毎日連れ立って外出するんですけど、ドアに鍵をかけていくので外には出られません。しかも男たちが外出している時は音楽がフルボリュームで鳴っていて、
て、ちょっとした物音はそれでかき消されてしまいます。ただ男たちが私を襲ったりするようなことはありませんでした。どちらかといえばそれを避けていたような感じです。気持ちは辛かったんですけど、途中から他人事のように思えてきたんです。正直なところ、普段は何をしていたのかほとんど覚えていません。一番嫌だったのは眠ることでした。寝る時には必ず久行と呼ばれている男が私の横へぴったりと体を寄せてきて、最初はそれが気味が悪くてなかなか寝れなかったのですが、やがて眠ってしまいます。すると夢の中で何か得体の知れない影のような形のないものが私の体を乗っ取るのです。それで外を出歩く夢を見ます。夢の中でも私は裸で、それがすごく恥ずかしいのですが、体は言うことを聞きません。夢の中の私は悪いことをしました。動物をしたり、人の家に物を投げ込んだり、魚を盗んで撒き散らしたり、一度道で犬をして死体に顔を突っ込む夢を見て、その時はあまりのことに夢の中で意識が飛びました。気がつくと朝で、辺りがなんとなく生臭い匂いがするような気がして、その場で吐きました。顔を洗いに行くと口に血がついていました。夢が本当になったのかと真剣に怯えましたが、確認はできません。それからも似たようなことが何度かありましたが、同じことです。私には確認のしようがありませんでした。夜中に目が覚めると男の顔が目の前にあることがよくありました。そんな時は必ず目が開いていて、私を見ているのですが、私を見ていない。そんな感じでこっちを見ていました。しばらく久行の顔を見せられてから、私の体は冷蔵庫の方へ向かいます。毎回そうでした。冷蔵庫の中からハムや卵や干物なんかを取り出して、それをそのまま食べます。卵も生のままで、見ているとすごく気持ちが悪いのですが、美味しいという気持ちが湧いてくるのです。味は変わらないのに美味しいと思ってしまうんです。私はそれがすごく恐ろしく感じました。体が別のものになっているような、操られているというより、自分の体が別のものになって、私の意識がどんどん小さくなっていく感じ、うまく表現できませんが、体の端の方から別の生き物になっていくような感じです。冷蔵庫の中のものを食べた私は、久行のところにも同じものを持っていきます。それを目の前に置いても男はピクリと動かないのですが、朝になると卵の殻やビニールの包装なんかが目の前に転がっていました。そんな生活がどれぐらい続いたのか、その時は分かりませんでした。最後の方は時間の感覚がなくなっていたからです。久行はだんだん部屋から出ることが少なくなって、あまり動かなくなっていたのですが、男たちは二人ともだんだん狂っていったのだと思います。私もおかしくなっていました。記憶は飛んでいるし、操られている感覚がずっと続いてたし、話す相手がいなかったせいか、口も聞けなくなっていました。ある日、私は気がつくと外にいました。ちゃんと服を着ていたし、懐かしいような風景だったので、なんだかすごく安心しました。夢だと思っていましたが、人がこっちへやってきて何か聞いてきました。大丈夫かと聞きました。その時、私は乗っ取られた状態だったので、すごく暴れました。心の中では嬉しかったのですが、私の体を操っているものがすごく抵抗したのです。でも逃げようとしているわけではなく、相手をやっつけたいと思っているのが伝わってきました。結局、何人かで取り押さえられて、そのまま病院へ運ばれました。警察の人や医者の先生にいろいろ質問されましたが、私は話すことができませんでした。それどころか、ちょっと気を抜くと暴れたくなってしまうので、必死でそれを抑えていました。ただ、体が別のものになっている感じはなくなっていました。やがてお母さんが会いに来てくれましたが、その時はものすごく嬉しくて、やっと涙が出ました。操られている感覚がスーッと弱くなりました。彼女感覚は戻ったんですけど、心も身もボロボロだったんですね。心外的ストレス障害って判断されちゃって、入院を1ヶ月ぐらいしたらようやって話すことができるようになって、ただ誘拐された話ね、あの話をまたしてしまうと、なんか体が乗っ取られる感覚があるかもしれないから、もうそれはちょっと話すのは怖かったので、そしたらお母さんにはね、ちょっと打ち明けることにしたんですね、そのことを。ただもちろん信じてもらえない。いや、1ヶ月もいなかったんだから、さすがにこれは信じてくれよな。そしてその彼女が最後に自分なりに出した答えは、それは久行という男のことですが、彼はもともと口を聞けなかったのではないかと思うのです。それどころか体も動かせなかったのではないでしょうか。私の体を乗っ取っていたものがあの男の体を動かしていたのだと思うのです。証拠とかはないんですが、乗っ取られていた時の感じでは、普段はあの男の体を動かしてて、時折私のところへ乗り換えているようにも思いました。私が完璧に操られていた時は男は動いていませんでしたし、でも昼
昼間でもそいつの一部は私の中にいたんだと思います。今もいるのかもしれませんが、よくわかりません。ただそいつがいないと、あの男は生きていけないのだと思います。最初の園児の話からこの体を乗っ取られた女性の話、間違いなくリンクしてますよね。そしてこの話にね、信憑性を持たせるように、この体を乗っ取られた女性の話の6ヶ月前にね、もしかしたらこの女性の同じサークルのメンバーの投稿かと思われるものがあったんですね。この話の中では同じくサークルのメンバーの一人だった女性が気分が悪くなって先に帰ったこと、花火をした後、民宿の横の建物に行ってみることになり、建物が真っ暗だったので電気をつけたら、3階の窓から人影が覗き、食事に誘われて行くことにしたこと、なんでやねん。1階から階段で上がってみると、テーブルの上に大量の食事やお酒があり、大音量の音楽の中、食事を楽しみ、遅くなってきたので民宿へ帰ったと。翌朝民宿に残っていたメンバーの一人に音楽の音量がうるさかったのかと尋ねてみたら、そうでもないと答えが、さらに建物の中で食事をしたメンバーが2階だと思っていた部分が3階で、2階には謎のスペースがあると分かり、そもそも暗闇の中で男性が大量の料理を用意していたことが奇妙だと気づいたこと、そして先に帰ったはずの女性メンバーが失踪していたことなどが書き込まれていたんです。他にもその謎の建物の曰くや、失踪していたメンバーが失踪から1ヶ月後には見つかり、病院に通っていることも、そしてその女性メンバーの口から久幸という名前が出てきたことについても書き込んであったんです。なので間違いなくこの全ての話リンクしてますよね。なんだろう、俺アメリカに当時住んでたからわからないんだけど、俺2003年、日本ではなんか日々あった出来事をみんな2チャンネルに書き込むのが主流だったんですかね。今でいうそのツイッターでつぶやくぐらいの感覚だったんですか。いや、わかんないですけど、3、40代の方だったらドンピシャだと思うんですけど、世代的には2003年ネットのその世界で、こういったことが主流だったのか、ぜひコメント欄に書いていてください。ちょっと僕本当わからないので、この話の流れから、園児の話の中で登場してきた久幸、そしてこの体をね、乗っ取られた女性の久幸、この正体は何なのかとみんな考察し始めたんですね。その一つが妖怪のヒーヒーサル。このヒーヒーサルについては中国の地理書の妖怪がモチーフになっていると言われてて、日本の中では円光という人間のケツ穴から手を突っ込んで魂を抜き取る恐ろしい妖怪なんですね。ジブリのもののけ姫にも出てきた人間を食らうジョージョたちもまた人間になり変わろうとする妖怪の意志だと言われています。ジョージョっていうのはね、オランウータンの和名なので猿なのは間違いないんですけど、オランウータン、森の人という意味が含まれているので、森を守る万人的な意味合いがありそうなんですね。そして彼らは人を食べることにより知恵を得られるという考えがあったので、今回のね、久幸に似ている存在ではあるんですけど、またおそらく違いますよね。この久幸について結局どの猿の妖怪かという特定まではまだされていないようなんです。実際はただの役中やろ。この久幸関連の話だけでも約30ほどの話がシャレコアや他のオカルト板に投稿されていて、土地の名前だったり他にもね、久幸や久幸っていう字を書くといった考察や、別の土地ではイサルキっていうね、猿の化け物であるという話もあります。ただ実際にね、その各地にその猿の妖怪、猿にまつわる伝承が残っているのは確かで、九州地方にはサルキマワルっていう方言が残っているんです。このサルキマワルはブラブラする、歩き回る、徘徊するといった意味が含まれているそうなんですけど、シャレコアの久幸との関連性は今のところ言葉が似てるということしかありませんでした。九州地方は割とオカルト的にはね、話が多い場所で、民族学など深く調べていったら何か出てくるかもしれない。詳しい人いたらぜひ教えてください。もちろんこれ2チャンネルなのでね、そこまでね、真剣に受け止める必要はないと思うんですけど、ただ案外バカにできないのは、今回の話、猿が乗っ取った、猿の妖怪が乗っ取ったお話じゃないですか。僕ね、知り合いの霊感が強い女性から聞いた話ではね、その狐がある人に乗っ取っちゃった話を見て、その女性は実際その現場も目撃してるんですね。その狐に乗っ取られた方がとんでもない身体能力を得ていたようで、もうほんと3メーターぐらいもうめちゃくちゃ高いフェンスとかをもうヒョンヒョンヒョンって登っていったりしたらしいんですね。それを見て、彼女間違いなくこれ何かが乗っ取ってるって感じだそうで、もちろんもともとオリンピックの選手だった可能性もあるかもしれないけど、とりあえずこういった動物的な何かに乗っ取られるっていったことは案外ある話なんです。なので、バカにできないっていうか、もしね、そういったことにね、詳しいといったら、次々ね、似たような情報が出てくるかと思います。はい。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。